熱々冷やし中華はありそうでなかった感がもうねすごいと思うんですよ。冷やし中華冷やし中華の匂いしないすごいでしょ。冷やし中華の匂いする。毎週気まぐれ限定という名前で金曜日の夜営業週替わりの限定ラーメンを作るっていうのをずっとやってまして、いいですか。どうも。それでは始めます。今回は熱々冷やし中華をやります。わかる？あったかい冷やし中華。冷やし中華といえばやっぱ少し酸っぱい醤油でもちょっと甘さもあるみたいな、多分そこが酸っぱくて甘いのが割とラーメンとの違いなんですよ。単純にそこの部分を後付けで演出するような醤油だれとスープをちょっと混ざったものがここにあるんでね。単純にですね、砂糖と酢を入れていきます。あ、ここにね。もうここからもういつもの感じですよ。ひたすら味見していくって感じ。でラーメンを作る際に絶対必要なものは僕の中では上白糖です。これが三温糖でもザラメでもなく、僕がこうクラシカルなものだったりとかつけ麺とか分かりやすく味を作るときには上白糖にしてます。なぜならみんな知ってる味だからそうだね。そう砂糖重要なんだね、結構。かなり重要です。まあで、ね、極端に言えばですけど、無課長でやるんだったら砂糖は必須です、ね。ああ、そういうことか。課長の代理っていうか、課長の甘さを砂糖で演出する感じはあるから、うまっ。どうしよう。これをもう温めちゃいます。冷たいので味見しててもいけないから2リッターぐらいガラかひないどっちか。美味しくなっちゃった。じゃあまあちょっと温めてる間に先に具ちょっとやろうかな。それでその卵やろうか。卵をうちでロスした卵を使います。こんなにねあるのね。いや、ほんと剥けないやつってほんと剥けないもんね。でこれを平ざるとスプーンで潰します。なんかね、イメージで冷やし中華といえば錦糸卵なんですけどね。今回ちょっとね、本当は錦糸卵を作ろうと思ってたんだけど、あまりにもこのロスがあったからフードロスをなくそうというところで、果たしてどれだけの人がね興味あるかあれだけど、熱々冷やし中華はありそうでなかった感がもうねすごいと思うんですよ。もう本当ね、楽しむっていうところにはかなり特化してるから。きつ。お酢と、ね、その酸味と甘みがスープのこの塩味の濃度によって見え隠れするということ、前に出たり下がったりするんで、どこで落ち着かせるのかっていうのが結構大事かな。いや一瞬でまとまったわ。で今日もう一つちょっとこれで使おうと思ってた麺を作ったんですけど、初めて薄力粉で麺作ってみたんですよ。普通薄力粉で麺って作んないんですけど、小麦粉には薄力、中力、強力ってあって、それぞれ用途が変わってくるんです。薄力粉っていうのはお菓子とかもんじゃとかっていうものなんですよね。でその中でラーメンは強力と中力を混ぜたりとかっていう形でやっていくのがほとんどなんですけど、今回薄力粉だけでちょっと作ると、なるほど、柔らかい麺にはなるけど果たしてどうなるのかと。うまくね麺できたんですよ。すげえ細いですよ。そうですごくちょっと細くして、昔ながらな柔らかい麺にしたくて、言い方変えれば伸びてる感じね、で全く美味しくなくないし、レシピさえしっかりしてしまえば、面白いとは思う。では早速、麺はね1分いかないぐらいでいいと思う。でちょっと柔らかくします。
お好みで固めとかっていうのはちょっとやりたい趣旨とちょっと変わってきちゃうから身を委ねてもらえれば19ぐらいじゃない、ごま油ね、鶏茶、メンマ、白ネギ、冷やし中華いやの匂いす中華の匂いしるないすごいでしょ。冷やし中華の匂いする。みょうがと京都の九条ネギ、九条ネギの上にしそを散らします。可愛くないな。あられある。ちょっとマヨちょうマヨで一気になんかジャンク感が出るねなんじゃない匂いが特徴的だから面白いね、来た瞬間のね、来た瞬間わーってなると思う、この匂いで。マヨいいね、かなりいいね素晴らしい、素晴らしいよ、素晴らしいよ。すすれないいや、これちょっと本気でやばい。すごい。これちょっと食べてほしいな。かなりうまいです。うまい。ちょっと麺に違和感があると思います。しなやかです。かなりしなやかで、もうねスープと一体化ぐらいのとろーりみたいなぐらいしなやかになってるから、この感触は伸びたどうこうのレベルの話ではなくて、単純に楽しんでほしい。こういうのもしっかり麺として料理としてあるんで、本当は中国にありそうな麺の感じだから、伸びどうこうとかっていうよりも本当そうめんの方の近い感じなんですけど、一杯の、仕上がりとしてはかなり高い、完成度も。なのでぜひ、もう時間なのでちょっとあれですが、熱々冷やし中華ぜひぜひ召し上がってください。限定50食ぐらいはあると